ボンジュールパリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今日はとてもエレガントなホテルへディナーに参ります。一緒にテーブルを囲んでいるような気分で最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。秋も深まってまいりました。今私が歩いているのはシャンゼリゼ大通りです。今回訪ねるのはホテルサンレジ。高級ブティックなどが立ち並ぶパリのゴールデントライアングルと呼ばれるエリアに位置しています。実はこのホテル、2024年の春にも私はこのチャンネルでご紹介しています。とてもエレガントでヘルシーな極上のアフタヌーンティーの場所としてご紹介しました。概要欄にその動画のリンクを添えておきますので、どうぞご覧になってみてください。そして今回私は改めてこのホテルのレストランのディナーを楽しむという幸運に恵まれました。レストランレ・コンフィドンスのシェフとして新しくエルワン・レドリュさんが就任したということで、そのお料理をいただきます。今日のディナーは友人のミキさんと一緒に楽しみたいと思います。邸宅ホテルオテルサンレジには100年以上の歴史があります。メゾンディオールのすぐそばという立地でもありますので、戦前戦後アメリカを代表するファッション雑誌の編集長の定宿だったりもしたそうです。素敵な場所なので、せっかくだから着物で行きましょうと私たちは示し合わせてこのホテルで落ち合いました。ミキさんはレストランのインテリアのテーマカラーを思わせる色合いの着物で来てくれました。彼女のお顔にはぼかしを入れさせていただきますね。このホテルのエレガントな雰囲気を持った時、私は明るい色の着物で行きたいと思いました。そこで選んだのがこの着物。紅花で染めた糸から作られた艶のある紬です。この着物と帯は私が20代の時初めて自分のお金で買ったものなんです。以来今でもずっとこのコーディネートが気に入っています。ですが今日は少し冒険してみようと思いました。この帯を合わせるのは今日が初めてのことです。そうだ、あの帯留めが活かせるかもと思ったんです。そうなんです。ブルターニュ通りのブロカントで購入したあのブローチです。ガラスの屋根から見えるホテルの作りがどこかノルマンディ地方を思わせるようで、とっても素敵なんですよね。これがディナーのメニュー。
ディッシュと一緒にガルニチュール、付け合わせもオーダーなさってくださいとサービスのムッシュがおっしゃいました。C'est du champagne qui n'a pas de sucre ajouté. まずはアペリティフ、シャンパーニュです。醸造の最後にドザージュで甘みを加えていないシャンパーニュをムッシュが選んでくださいました。このカシューナッツにはほんのりとトリュフの風味が加えてあるような気がします。このペッパーミル、とても素敵じゃないですか？ミキさんのコーディネート、とっても素敵でしょう？私は彼女のこの帯が大好き。これはミキさんのおばあ様がお母様にあつらえてくださったものなんだそうです。それをこうしてミキさんがパリで生かしてるってとっても素晴らしいと思いませんか？アミューズブッシュが運ばれてきました。フムスのムース、オレンジの花の香りが添えてあるそうです。最初にオレンジの花の香りがふわっと広がりました。そしてその後、しっかり充実したお味がやってくる。それでいて、お花の香りが最後まで静かに寄り添ってくれます。ひよこ豆、そしてさまざまなハーブやスパイスが効かせてあるのがこの感じからわかりますよね。パンドカンパーニュと塩バター、とってもそそられるんですけど、ここでたくさんパンをいただいてしまってはいけませんよね。そう、このバターにもなんですが、よく見るとテーブルの上のカトラリーのすべてにホテルの名前が刻んであります。クリストフル製のシルバーのカトラリーです。前菜が運ばれてきました。貝のサフランスープ。こちらはビーツのソースだそうです。このスープには3種類の貝が使われていました。ムール貝、マテ貝、もう一つはフランス語でコックという貝。貝から出たお出汁がぎゅっと詰まっている充実感があります。そこにこれおそらくライムの皮も使われているのでしょう。この酸味がまた絶妙なんです。新しいシェフのエルワンさんはブルターニュの出身と聞きました。海の食材の良さを
上手に引き出せる方なんだなと納得いたしました。もう一つの前菜はサバの炙り焼き。そこにビーツが付け合わせになっていて、バジルペーストも添えてあります。バジルはペーストもなんですけど、この生のバジルの葉っぱがとっても爽やかで、このお料理を引き上げてくれる感じなんです。サバの身の部分はとても柔らかくって生に近いくらいの火入れ。けれども素材の良さと程よく炙っているせいなんでしょう。生臭さっていうのは感じられず、ビーツの甘みとよく合っています。そしてメインディッシュです。サンピエール。香草と海藻のブルブランソースでいただきます。この付け合わせもまた素晴らしいんです。こちらはコートドゥヴォ、子牛の背肉の部分ですね。こちらの付け合わせも美味しそうでしょう。ポンダッファンというもので、キャビアも添えてあります。このお魚もやはりとっても柔らかくって、内側は生に近いくらいのテクスチャー。この上に何が乗っているのか気になりますでしょう。これはですね、ケッパー、そして黄色いのがライムの果肉のようでした。そしてそれと同じくらいの大きさに整えてあるのがクルトン。それによって食感を楽しむことができます。でやはりここでも酸味がいい仕事をしているなぁと感じました。こちらはフレッシュリコッタとほうれん草の若い芽の部分のラビオリ。コートドゥヴォ、お肉用の鋭利なナイフではなく、普通のナイフですんなり切れるくらい柔らかいんです。全体に均一に火が入ってますでしょう。低温でじっくりと火入れをしてあるんですって。生のエストラゴンも散らしてあって、それらの香りと一緒にいただきます。千切りにしたじゃがいもをまるでケーキのように焼いているんですね。これもものすごく充実感があって、一品料理にしたいくらいのレベルのものでした。メインディッシュと付け合わせだけでも十分に満足のいくお食事になるのではないかなと思いました。しかも素晴らしく紳士的なサービス、そしてこのエレガントなインテリア、意外なほど静かで落ち着いた雰囲気、まさにとっておきの隠れ家レストランです。私たちはかなりお腹いっぱいですが、ここで終わるわけには参りませんでしょう。もちろんデザートにも挑みたいと思います。私たちはこの2つを選びました。ゴ
このミルフォーユ、とってもオリジナリティがありますよね。見るからにサクサク感が期待できます。ヤニック・コロンビーさんのフレッシュイチジクというふうにちゃんと生産者さんの名前も明記してあるところ、素材へのこだわりを感じますよね。そこに桑の実のコンポート、中央にあるのが紫バジルのシャーベット。このグリーンのはバジルの若い芽の部分なんですね。これがミントに近いような爽やかさをもたらしていました。こちらは期待にたがわぬ食感。中のクリームはペカンナッツのプラリネ、そしてアボカドの木をめぐったミツバチによる蜂蜜、そしてバニラの香りも添えてある。私たちはデザートまで先ほどのシャンパンでいただきました。ドザージュなし、しかもとってもバランスが取れたシャンパンだったので、どのお料理にもよく合いました。まあ私たち本当によく食べましたね。充実感のあるお料理の数々、心に残るディナーとなりました。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントもとても嬉しく拝読しております。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。